串カツと串揚げがあって、串カツって素材そのものの味がずっと残ってるんで、串カツって蒸し料理、中で衣をつけて油に揚げて、で中で蒸される、蒸したやつを食べてもらう、で脂っこくないように僕は串カツを提供してます。これが僕の中の一番知ってほしい。串カツは本当脂っこくないし、お菓子と思って食べてほしいです。串カツと今バニラなんで、ずっと来てる感じですね。食べる種類も多いし、ソースも一番美味しいからずっと通い続けてるし、一番美味しいです。串カツ屋で、ほんまに僕の中で一番美味しいですね。7時間ぐらいかかります、作るのに。筋肉やけん硬いけん、もっともっと柔らかくで味が染み込むように、ゆっくりコトコトで焦げないように、味噌やけんちょっと焦げやすいと思いますから、それをちょっと心がけて仕込みしてます。串カツの油はたまに配合変わるっておっしゃられました。そうですね。今日は牛脂 100%。そうです。湿気もないし熱くないけん。
僕新世界でずっと13年間、うんまあ、老舗の八重勝っていうお店におったんですけど、すごくそこでお世話になって揚げる技術も段取りも動線もお客さんに関する接し方もここで教わったと思います。いろんな会社からひっきりなしに電話があって面倒なんて思ってません？ももただけ MOTA で検索。あなたのお気に入りの場所や時間、上田802にお待ちしてます。では、それは楽しいですよね。たくさんありました。綺麗ですもんね。あとその北側っていうことで行くと感じます。上田スカイビルシャングリラがあったりとか、あと個性的な飲食店もいろいろあって、大阪にゆかりのあるアーティストが梅田の街での過ごし方を紹介してくれます。来週キュース猫髪ヘッ駅の大きなね、こう斜めにこう坂になってる屋根、たまにコンビネーションがねどんどんキラキラしてきたら時々ねポストをいただいていたりもします。ではここでユニクロ梅田から金曜日大阪駅の北口にあるヨドバシ梅田タワーのユニクロが新たに拡大したグローバル旗艦店となります。このユニクロ梅田タワーで地域のあります。ぜひオープン。ユニクロ梅田オリジナルレジャーマットがあります。魅力を伝えるガイドマップ、アップビート梅田にフォーカス、お気に入りの梅田ポストはハッシュタグ番組のエンディングです。全力で楽しみます。ヤキトモからの質問メッセージも受付中。購入したアートと同じ作品ます。詳しくは FM802 のアプリが始まるよ。聞くの声をダウンロード。大阪って串カツとか串揚げの発祥だと思うんですね、はい、その中でこれだけは絶対負けてないっていうようなところですか？油切れですかね、胸焼けしたらもう終わりです。胸焼けしないように油をきれいに毎日全部捨てて次の日には新しい
でその都度油が減ったら足します。油切れには負けるとかないと思うし、特性を持ってやらせてもらってます。研いできてこんでだけ小さくなったんですか？それはもともとですか？いや、研ぎまくってるっすね。長年使った人間と一緒でしょうね。どんどんちっちゃくなっていくんですよ。政宗っていう包丁です。僕がつけました。ねじり刺しですわ。ねじってこう普通に刺すのとねじって刺すのとではどう違うんですか？普通に刺したらなんですかね、すぐ歯切れがいいんですけど、このせせりのもちもち感は出したいけんあんま切らないですね。一番最初刺してたんですけど、焼き鳥屋さんの刺し方によってめっちゃいいなって、この刺し方でしょ。揚げの中にカレーを入れて、お客様から一番人気の商品ってどれですか？串カツ、牛肉ですね。牛肉唐揚げも多いですね。お任せにもう一番ラインナップされてる5本がもう牛ヘレと唐揚げとエビとアスパラとあとキスですよね。リピートが多いのはやっぱりキスとささみ生姜と今から仕込みの刈谷さん個人的にこれうまいのになって思うやつなんでほんとささみ生姜ですね。ソースに合います。
レアで揚げるからもっとなんかしっとりして。天満を牛耳ってる鳥屋さんからの仕入れてます。オープン当初からお世話になってる鳥の業者さんですね。ほぼここら辺の天満の焼き鳥屋さん多いんじゃないですかね。そこから仕入れてると。あ、でも朝引きですよ。これを揚げてレアで揚げるんですよ。しっとりして美味しいです。めちゃくちゃリピート率高いです。刈谷さんしかしない仕込みってあるんですか？ソースですかね。串カツと串揚げがあって、串カツって素材そのものの味がずっと残ってるんで、串カツって蒸し料理、中で衣をつけて油に揚げて、で中で蒸される、で蒸したやつを食べた場合、で脂っこくないように僕は串カツを提供してます。それが僕の中の一番知ってほしい。串カツは本当脂っこくない、お菓子と思って食べてほしい。群馬から仕入れさせてもらってる大和芋のとろろ揚げなんですけど、群馬の郷土料理の串カツにしてます。これを粘りのある大和芋でそのまま素揚げで揚げていきます。味が濃いんですかね？粘りがある、自然薯みたいな感じなんですよ。でこの粘りだけでくっついてます。素揚げにして外はカリッと中はふわっと。これ大根です。一回おでんにして。
追い払わってる。よし、4時になったらもうちょっと頑張りましょうか。甘いものを1年からですよって言ってた今日は砂下さんからメッセージが届きます。この後の世界銀行の年次総会で記者会見し、イタリアを挙げて財政再建が必要だと指摘し、今日までは晴れるところもありますが、日中は雲に覆われて、早いところでは夕方が晴れのち雨。今日みたいになると思うでしょう。以上。お店の魅力はやっぱり味と、それとお店の雰囲気ですかね、店主も含めスタッフの皆さんとっても元気をもらえるんで、やっぱり疲れた時とか落ち込んだ時また楽しい時に行きたくなるようないいお店です。エビは絶対食べてほしいです。普通のエビと特製のエビとあるんですけど、両方ともめちゃくちゃ美味しい。もうプリプリでめっちゃ美味しいです。ちなみに今日は食べられました？今日は食べました。美味しかったです。こんにゃく
大和芋のとろろ揚げ、海苔と一緒にそのままで。まっちゃんはメニューにないやつよ。思い入れのキス、正解です。塩で食べてください。いただきます。みんなやってない。美味しいです。思い出のキスです。あの思い出のね、塩ね。塩の味ね。塩の味。急にいろんなこと思い出また妻思い出す。やめと。あと生風いきます。どうぞ。これじゃない。マッチです。1回来させてもらったぐらいの感じなんですけど、まあちょっとギュッとした感じで4回来てますし、それがお店の魅力というのにつながるんじゃないですか。店主がちょっと頭いかれてるのはちょっとここモザイク入れてバキュンしといてください。店主さんが面白くて、でスタッフさんもその感じが、空気感がすごく同じ店主の面白い雰囲気がこのお店の空気感を作り出してて、それがスタッフさんにも伝わってるって感じがするのが、もう初めて来てもそれが分かるし、ライブ感がすごくあるお店だなっていうので、目の前で揚げていただけますし、で衣が軽くて何本でも食べてしまうっていう。レクサスっていうのがあります。レクサス美味しいです。でも何なのかっていうのはあえて聞かずに頼むとかっていうのも一つの魅力です。この値段でこれ何やろ分からへんけどとりあえず頼んでみるかみたいなもう一つの魅力ないかなと思います。串カツと今バニラなんで、ずっと来てる感じですね。数々串カツ屋さん行かれたと思うんですけど、他のお店と刈谷さんとの違いってどういうところですか？いろいろ行ったんですけど、食べる種類も多いし、ソースも一番美味しいからずっと通い続けてるし、一番美味しいです。串カツ屋で、ほんまに僕の中で一番美味しいです。ありがとうございます。でちなみに初めて来られる方もいらっしゃると思うんですけど、この店に来るとこれ食べたらいいよっていうようなおすすめの商品は？僕はもう間違いなく鶏の唐揚げです。僕以外来たらもう10本15本って頼むんで、僕が一番好きなここのおすすめは鶏の唐揚げです。それが一番おすすめです。
タッフさんもお客さんもすごく楽しんでいられるような雰囲気があったんですね。なんで刈谷さん自身ですね、お店を運営する上でこれだけは譲れない、これだけは大切にしてるっていうようなことってあるんですか？これ絶対的に仕事は楽しく、楽しくないと僕は仕事じゃないと思う。お客さんに提供もそうだし、ビール一つ出すのもそうだし、おしぼり出すのもそうです。何か一言加えることでお客さんが喜びます。ありがとうをたくさん集めていきたいと思います。絞り渡して、ビール渡して、飲み物渡して、串カツあげて、大阪ってなんかありがとうがめちゃくちゃ多いんですよ、何してもちょっとありがとう、ちょっとしてもありがとう、そのありがとうを毎日2万個集めるように頑張ってます、そこら辺ですかね。本当皆さん生まれてきてありがとうございますプロの目線で、はい、刈谷さんが本当にここは特別だ、ここは名店だというお店をご紹介していただきたいんですけれども。はい、僕がこう週2、3、4ぐらいで通ってる炭火焼き専門店、ひとしおっていうお店があるんですけど、そこは天禄のレンガ通りにあるんですけども、そこの店主さん、焼き方も上手だし、仕込み方もそうだし、スープの天才と呼ばれてるぐらいこの界隈で、飲食店終わった時にみんなが飲食店の店主たちとかオーナーさんとか職人が集まるお店で、本当に美味しいんでぜひ行ってほしいですし、もうお肉あるさね、僕の中で中華料理屋さんがあるんですけど、ここはお店ができて2、3年ぐらいですかね、できて、中華料理、町中華なんですけど、創作もあり、接客もいいですし、また皆さんが楽しく働いてますね、そこの従業員さんも店主さんも、忙しいけんってのでも愛想がいいと思います、料理も美味しいですし、ぜひ行ってみてほしいです。お店の名前は？あそこは黒うさぎさんです。黒うさぎ、天四にあります。僕は麻婆豆腐とエビチリですかね、大きなでっかいエビでやってます。麻婆豆腐もご飯に合った麻婆豆腐で作ってますし、本当ご飯、当てにもなるしご飯にもなります、あとは丸高さんですかね、丸高さんも天5ぐらいになるんですけど、そこのオーナーさん、この人はスマイルが素晴らしいです。笑顔いっぱいでお客さんを出迎えてくれます。いつも元気で、いつも明るいです。料理ももちろん美味しいですし、牛の串焼き屋さんなんで、もちろんそのハラミからヘレからホルモンからいっぱいあるんで、ぜひ店主さんに聞いておすすめを聞いて食べてもらってほしいですね、元気がない時は僕はそこに行って元気をもらいに行くぐらいのお店です、またぜひ行ってみてください皆さん。にゃーありがとうございます。大丈夫。看板長いところにあります。